はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私が、購入した、アウディ RS3 あの車両がですね、車検がそろそろ切れるので、車検に、ディーラーにてお願いしてきました。そして、今はですね、台車として、このアウディ A4 のセダンですね、こちらをお借りしたので、どうせだったらってことでちょっとね、お借りしてる間少し、動画撮らせてもらおうかなと思っております。で今日ね、この車借りてきたわけなんですが、早速ねいくつかもう私の車両とね違うところが結構ありまして、まずね第一にもうこの辺のスピード域の段階で車両がねすごい静かです。で台車でお借りしたのは TDI のクワトロではなくて FF の駆動方式のものになるんですけども、まずね車内に乗り込んでからエンジンかける時もですねだいぶ静かに感じます。はい、走り出してからもですね、すごい、やっぱ低回転でね走れることもあって、ディーゼルならではの乗用域ではですねすごい静かに走ることができるかと思います。そしてですねやっぱ何といっても大きく違うのがこのロードノイズがですねかなり静かです。私の車から比べるともちろん音はしてるんですけども、正直うるさいと感じるほどのね音は入ってこないかと思います。そして街中のね段差とかもですねもちろんある程度ね硬さは感じるんですけども、嫌になるほどの硬さはね感じないかと思います。でこういった路面とかもですね、サスペンションが結構しなやかにね、吸収してくれてる感じはあります。ただそれでもどちらかというと、少しこうもうちょい高速域を狙った固めなサスペンションな印象はねあります。で今回4シリーズってこともあって、私が普段乗ってる3シリーズに比べて、ホイールベースが長いこともあってか、段差とか、ちょっとしたこう勾配というかその路面のギャップとかっていうのもですね、拾ったとしてもだいぶ穏やかな拾い方してるかなと。車両の動き方がですね、普段の車両よりも、だいぶ穏やかなので、その辺もねサスペンションやタイヤだけじゃなくて、乗り心地が良くなるポイントの一つでもあるかなっていうのはすごい思います。そしてね低速のこのアクセルの継ぎ足しとか切り離しとかもですねぎこちないことなくすごいスムーズにつなげてくれるかと思います。やっぱ止まると窓閉めててもですねディーゼル特有の、ちょっとトラックっぽい、音と言いましょうか、カラカラ音みたいなのは目立ちます。で外でエンジンかけた状態、アイドリングの状態で外から音を聞いてもですね、マフラーから出る排気音っていうよりかはもうエンジンルームから聞こえるエンジンのメカノイズ自体の方が、音としては目立つかなという気はしますね。この辺はすごい、好みのね差っていうのはあるかとは思うんですけども、ただこういうストップ&ゴーの多い街中ではこのディーゼルの特性っていうのは、すごい日本でもね合ってるところなんじゃないかな。ちょっと左行かせてもらいます。でハンドルもねすごい軽くて大きくて回しやすい印象です。そして60キロ前後の走行ではすごいやっぱりねエンジンもね1100回転とか1200回転ぐらいでね巡航できるのでとても静かです。ただブレーキがですね今薄くかけてると、結果から言うと結構ブレーキ効くんですけど、ちょっと回生ブレーキのようなね効き方、ちょっとこう自分が狙ってるのと違う、途中でこう強くなったりするようななんか味というか感覚がありますよね。普通に1日乗っちゃえばもう全く違和感も感じなくなってくるんじゃないかなとは思います。はい、でウインカーはねもうねアウディおなじみのこのちょっと可愛らしい音ですね。ちょっと踏んでみます。おー力強いやっぱねタイムラグはあります。タイムラグはあるんですがとてもね力強く前に押してくれますよね。
ちょっとガソリンモデルにもね乗ってみたいですけどもね、音とこの加速感とかトルク感っていうのがどう変化するかっていうのはね気になるところではあります。でこういったコーナリングとかもやっぱりね、サスペンションのこの硬さというか踏ん張りはやっぱさすがアウディというか、もう全然ロールしないんですよね。さあちょっと S モードに入れて、はい、ちょっと加速してみましょうか。はい、ちょっと滑りましたね。でもすごいエンジン回んないから加速してる感じしないけど、制限速度までですねもうあっという間に到達できますね。とても静か。でこういったねつなぎ目とかも全然気にならない、範囲かなと思います。でスピードが上がってくるとハンドルはそれなりに重くなってきますね。多少ね、高速道路とかになってくると外の音はね入ってくるかなっていうのはあります。さっきの、料金所でのですね、加速の時とかもそうなんですけども、やっぱり FF な分そのつなぎ目、雨の日のつなぎ目とかでね、そこでちょうどタイヤが加速するタイミングとかだったりするとやっぱり多少滑るのはありますよね。すぐにトラクションコントロールがね働いて制御はしてましたけども、この辺はやっぱり雨の日とか、雪の日、またはなんかそういった悪路、走る機会が多いよって人は、クワトロを選んでみても、いいかもしれないですよね。もちろん燃費とかで言ったらこの FF の方が燃費はいいかとは思うので、本当にその乗る方自身のねで状況に合わせて選ぶといいと思います。ちょっと加速してみましょう。やっぱそうですね、ディーゼルのね特性的にも最初街中であった力強さは高速に乗ってくるとやっぱり変わりますね。加速感トルク感っていうのはやっぱ高速になって踏んでも、そこから先回転が上がってくる方はどちらかというとちょっと惰性に近いような、あんまりグンとくるようなね加速はないかなとは思います。なので、高速でのね伸びとか欲しいよっていう方は、ガソリンモデル選んだ方が、よりね自分の好みに合った走りができるのかなっていう気はしますね。運転支援とかもねついてますのでちょっと使ってみたいと思います。静粛性とこのドライバーアシストとかね併用することによって、より、長距離とかの移動もね楽になるんじゃないかと思います。100キロ巡航だとだいたい1100から1200回転ぐらいで100キロ巡航はできそうな感じですね。早いよ。すごい、ロールしない、本当にしっかり支えてくれてますね。やっぱ上り坂すごい力強いですね。なんかねぐんぐん進むとかじゃなくて、あたかもね平坦な道を走ってるかのようにスーってこうね、あんま力まず力入れず軽く登ってますよっていう感じがすごいありますね。そしてトンネルとかに来ると、このアンビエントライトがねすごい綺麗にやっぱ光ってますよね。はい、続いて外装を見ていきたいと思います。今回は S ラインではないのでハニカムグリルではなくて、横フィンの形状のグリルになります。そして新型たちに採用されているこの切れ目の入ったエンジェルウィングのようなねヘッドライトはとても特徴的で、夜間の走行とかね周りからこのヘッドライトが見えるとアウディの新型が来たっていうのがね分かるぐらい特徴的でかっこいいものかと思います。後ろに来ますとメッキで一文字のような形になったデザインだったり、同じくねエンジェルウィングのテールライトがついてますので、高級感もありつつアウディのねこのシンボル的な
特徴的なヘッドライトや、テールライトもしっかりと主張しているデザインになっているかと思います。はい、そしてマフラーは実はですね、右後ろは、このようにダミーになって穴は開いてません。はい、なのでもちろん排気も排気音も聞こえませんが、左に来るとね、本物の1本出しのマフラーがありまして排気は出てるんですけども、あまりね排気音というものはねほとんど聞こえないかと思います。むしろエンジン側での、メカノイズの方が大きいかなという感じですね。で全体のサイズ感でいうとですね、全長が 4770mm、ワイドが 1850mm と A3 に比べて、車格がね大きくなりましたので、よりセダンらしいセダンの形になったかなと。 A3 だと、ちょっとねコンパクトセダンって感じなので可愛らしい感じもあるんですが、 A4 になるとねより、見た目にもその高級感というものが出てきているかと思います。ただ個人的にはですね、あくまでも個人的にはこのホイールとかですと、S ラインにしてもうちょいインチアップしたものの方がかっこいいかなっていうのは思うので、もし私が買うのであれば S ラインを選ぶかなと思います。さらに、1回転半までいかないでね、1回転半までいかないけど回ります。で最小回転半径が、A シリーズがね 5.1 に対してこちらは 5.3 メートルとなっております。なんですけど、やっぱりそんなにね感じないかな。そんなに大差は感じません。はい、後ろはこんな感じです。で当たり前の話ではあるんですけども、3シリーズよりもですね、やはり広くなってますので、これが普段私が乗っているシートの位置ではありますが、膝もね3シリーズの時に比べてクリアランスも、だいぶありますし、このドアのね、間隔であったり、隣との間隔も3シリーズより、だいぶ広いかと思います。そしてこの一番くぼんでるところに、腰を置いて、シートに背中をつけて、背中にね後ろに、もたれかかった時にここのヘッドクリアランスもですね、普段の私の3シリーズだと頭がね少しぶつかってはしまうんですが、今だと若干、少しクリアランスがねあるぐらいです。なのでこういったところを見てもですね、やはり全体的な室内空間も、3シリーズよりもやはり広く作られているので、より、快適に過ごしやすいかと思います。運転席もですね、やはり3シリーズよりも広くなってますので、よりゆったりとした姿勢でね、運転はしやすいかと思います。はい、非常にねこういったところも質感が高くなってます。ちょっと前行ってみましょうか。はい、こんな感じです。でこの代表的な、バーチャルコックピットですね。これはとても、視認性もいいですし、ナビにしとくととてもね、使い勝手はねすごいいいかと思います。でナビ以外でもですね、いろんな、こういった情報とかもね表示できますので、必要に応じて、切り替えることが可能です。とても操作性が良くて、はい、こういったクリックサウンドなんかもねありまして使いやすいです。ただどこに何があるかっていうのはある程度自分でいじって、覚えていく必要はあるかなと思います。動かしてズーム、ズームイン、ズームアウト、ズームインができますと、これ現在地、非常に感覚的に操作しやすいかな。前の、ここの操作もですね、メニュー画面は操作しやすかったんですけども、やっぱこういうマップに関しては圧倒的に指の方がね感覚的に操作がしやすいですね。ちょっとね残念ながらこれ S ラインではないのでドライブセレクトは、ありません。でここに、各種電源と、エンジンスタートボタン、そしてドリンクホルダーがありまして、ピアノブラックで仕上げられて、ここにはねアンビエントライトが装備されたドリンクホルダーがあって、とてもね質感が高いかと思います。でこのドリンクホルダーね他のシリーズと同じなんですけども、可動式の爪になってますので、ちっちゃいホルダーはこの内側に収まって、そこより大きいホルダーはこの爪を押しのけて、ホールドされるので、ある程度のサイズの飲み物であれば大体のものはねしっかりとホールドしてくれます。グランデサイズのねソイラテ買ってきましたけど、こんな感じです。で、ハンドルもね本革の、質感のいいステアリングなんですけども、こういった、ドアハンドルっていうんですかね、こういうところもステッチとか、仕上げがねとても上品にされてて、
やっぱり質感の高さを感じます。でこういったところもピアノブラックで仕上げられていて、ここにねアンビエントライトが入ってます。そして今明るいから分かりにくいんですが、ここにもアンビエントライトがあったり、こちらにもね、この下ですね、ここの下にもアンビエントライトがあったりするので、夜の走行もねまた違った、感じで楽しめる車両かと思います。で後ろもね同様にアンビエントライトがついてます。ここの設定で各種いろんな色に変更することができますので、はい、これも好みに合った設定が行えます。このサラウンドビューモニターがあればどうでしょう、やりやすくはなるかな。どうでしょう。でエンジンかける時のエンジンの振動は、ちょっと目立つところはありますけど、まあねエンジンかけたり切ったりっていうのはそんなしょっちゅうするもんではないかとは思うので、そこまでね、気にならないかなとは思います。普段よりもねこの話すのがねすごい楽です。もう、いろんな音がねしないから、エンジン音からロードノイズから外の音からいつもよりもね全然入ってこないのですごいいいです。あとねこのドアガラス、フロントもなのかな、ドアガラスがねちょっと視界が歪みがちなんですよ。これがそのアコースティックガラスとかそういうもののせいなのかな。すごいガラスすごい二重になってるわ。歪んで見える違和感はそこから来てるのかもしれないですね。ただこれによってさらにね静粛性を上げているということなので、ここもね快適に乗れる要因の一つかなと思います。でブレーキもねやっぱグッてちょっと強めにしてもですね、そのフロントが極端に沈み込みすぎることがなくて、不安とかなんかそういうの感じない、すごいグッて踏んでもしっかりとねサスペンションが踏ん張ってる感じがします。無駄な姿勢変化をね与えない感じはすごいあります。で足だけね、左足だけすごい違和感感じてて、真ん中がすごい張り出してる感じ、こっち側のね左足が右に寄せられてる感じ、無理やりこうなって乗ってるような、すごいなんかね全部の動作に対して落ち着いているというか静かに行えるというか、なんかやっぱそういうのもね全部含めてなんか上品な感じがしますね。余裕で走ってる感じというか、今何分30分ぐらいずっと乗り続けてきて、少しね足が振動で疲れてる感はありますね。なんかアイドリングストップでエンジンが止まると足がなんかこうちょっとジンジンするというか、逆に言うと血流が良くなってる感じがあるんですけど、やっぱ振動はエンジンの振動はあるんでしょうね。登る登る、なんかね全開にしなくても登るんですよ。なんていうのかな、ガソリンだったら踏めば踏んだ分多分勢いよく登ることもできるんですけど、やっぱりそこに勢いが必要なんですよね。エンジンもある程度回してあげて、エンジンの、トルクと、馬力が出るところまである程度回してあげて初めて出るんですけど、やっぱりねディーゼルの分、そのパワーが強いのがねかなり下の方なので、その頑張らなくてもねちょっとゆっくり走ってる中でちょっと踏んであげるだけでもう普通に力強く登っていくっていうのはやっぱり面白いところでもあるんですね。エンブレってどうなんでしょうね、ディーゼルってね。ちょっとエンブレエンブレはそんなに効かないのかな、ディーゼルだと。詳しくないですけども、なんか今の感じだとそんなにねエンブレガツガツ効く感じには思えませんね。軽油でまず燃料代がねガソリンよりも安いのと、あと燃費もねとてもいいかと思いますので、今ねちょっとお借りしてから走ってきた中だと、一応リッター16キロぐらい、17、16ぐらい走ってる計算みたいです。だから日本の街中においてはこのディーゼルってすごいやっぱ合ってるのかもしれないですよね。特にその都心付近とかでお住まいの方だと
やっぱりねどうしても信号の数がすごい多いかと思うので、トルク特性でいうとねすごいディーゼルはなんか気持ちよく、走りやすいところではあるかなと思います。やっぱ実用性で考えると A シリーズっていうのは本当に実用的かつ、すごい快適な乗り物なのかなっていうのは思いますよね。やっぱ RS ってちょっと実用性に欠けるというか、もちろん普段使いも使ってはいけるんですが、その足回りとかの硬さだったりだとか、あとはその燃費だとかそういった部分でいうとやっぱり A シリーズには劣る部分がねあるかなと思います。それはね、好みのね問題っていうのももちろんあるかとは思いますが、はい、これで A4 を、1週間ぐらいお借りしていたんですけども、ディーラーの方にお返しして今自分の車で帰るところでございます。1週間お借りしてね、全体的に思ったのは、移動するにしても何するにしても、基本的にすごい楽でしたね。その運転手自身の疲労感とかっていうのもね、長距離移動してもそんなに疲れませんでしたし、取り回しとかっていうのもですね、A3 よりは大きくはなってはいるんですが、かといって、特にね気を使うようなところもなかったので、全体的にね、気持ち的にも肉体的にも、楽な印象でしたね。それでいて、内外装ともにですね高級感も A3 よりもさらに増してましたので、よりグレードのね高い存在感っていうのもねしっかりとありましたので、全体的に見てとてもいい車だったのかなっていうのはすごい思いました。で今回お借りしたのはディーゼルのモデルではあるんですが、ガソリンのね 45TFSI とか、要はガソリンの4駆モデルとかにもねちょっと乗ってみたいなっていう興味もね新たに出てきましたね。あとはですね、今回の車検で実際にどういう項目があってどういう項目で何がどういくらかかってトータルいくらになりましたっていうのもですね、動画作ろうかと思いますので、そちらも見ていただけたら幸いでございます。ここまでご視聴ありがとうございました。また動画作った際に遊びに来ていただけたら幸いでございます。ありがとうございました。さよなら。